皆さんこんにちは、ガジログです。今回はスイッチボットの様々なデバイスをレビューしていきたいと思います。今年もやってきますが Amazon プライムデーが近づいていますけども、そのセールでこのスイッチボットの製品もかなりお安くなるということです。実際にこれから使ってみたいと思いますけども、これらの製品良かったなということであれば概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひね詳細の方をチェックしていただければと思います。今回ご紹介しますのはそのセール品の中の一部の商品になりますが、まずスイッチボット屋外カメラとソーラーパネルセットということになります。太陽光充電してですね、バッテリーに充電していくという形になります。太陽のね光もさんさんと降り注ぐ時期になりますので、ストレスなく防犯ができますというものになります。そしてね、こちらの商品もご存知だと思いますが、スイッチボットのロックということで、いわゆるスマートロックの機能になります。こちらの指紋認証パッドと合わせて使うことによって、自分の登録した指紋でロック解除することができます。これめちゃめちゃ便利ですよね。そして最後にこちらですね、スイッチボットハブ2ということで、最近出たいわゆるスマートリモコンになります。こちらにうっすら出ていますが、スマートリモコンプラス温湿度計、そのミックスによって様々なリモコン対応の製品をコントロールすることができます。というわけでね、これから開封していきたいと思いますが、パッケージ内容の確認した後にそれぞれ設置の方をしていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ボール状のカメラが出てきました。これはガンダムで登場してきたボールというロボットがいましたけど、そんな感じのデザインで、めちゃめちゃ愛嬌のある感じになっています。カメラがついていて、LED ランプがついていますね。そしてこちらにね、赤外線のセンサーがついていて、動体検知などできるようになっていると思います。またこちらにスピーカーもついています。そしてネジ穴もついていますので、固定の仕方をね、結構工夫できるんじゃないかなと思います。そして包まれている感じになっていますけども、こんな感じですね。これをですね、壁など様々なものに設置することによって、いろんな角度で取り付けが可能になると思います。本当にソフトボールのようなサイズになっています。いいですね。そしてカメラのこの裏側になりますけども、ゴムのパッキンになっていて USB Type-C ですね。そしてマイクロ SD カードのスロットもついています。さらにリセットボタンとオンオフの切り替えのスイッチもついています。そしてね、防水用のパッキンになると思いますが、もう一つね、このように充電用のパッキンがついていて、密着できるようになってね、水が入りにくいような作りになっています。そしてもう一つ入っていましたのが取り付けのスタンドというかステーになりますので、しかもね、首振りができますので、様々な角度に取り付けができるようになっています。そしてその下に入っていましたのがソーラーパネルになっています。思ったより小さいですね。私の手のサイズ、こんな感じになりますけど、ちょっと大きい手のひらサイズという感じです。そうですね、例えるのは iPad miniの6という感じでしょうかね。そして薄さがこんな感じになっています。めちゃめちゃペラペラです。そして背面もね、こちらの方にネジ穴がついていますのでね、いろんな角度に取り付けができるんじゃないかなと思います。ですのでこちらのね、ステーをここに取り付けてっていうこともできると思いますし、いろいろ汎用性が高いんじゃないかなと思います。そして当然ながらこちらの接続の端子は USB-C になっています。そしてこの箱に入っていましたのが充電用の USB-C ケーブル、そして屋外カメラ用の部品、屋外用ソーラーパネルの部品という風にネジがねついています。そして取扱説明書となっています。というわけでセット内容はこんな感じになっています。ではこの後に設置していきたいと思います。では次にご紹介しますのはスイッチボットのロックになります。玄関などで取り付けると非常に便利になりますね。これに合わせましてこの指紋認証パッドになりますね。暗証番号やカードキー、そして
指紋でロック解除することができます。これがあるとね、スイッチボットロックがめちゃめちゃ化けることになります。っていうのはですね、アプリの方でいろんな設定することができるんですけども、屋外から帰ってきた時にロックを開ける時にいちいちスマホでアプリを起動させて開けるっていうことをするとね、ちょっと手間取るとかめんどくさいってことがあるかもしれません。ただこちらが玄関ドアの付近などに取り付けていますと、指紋認証でロックが解除されるということでめちゃめちゃ便利になります。では開封し中身の確認をしていきたいと思います。今ね、開梱し終わりましたけども、このような一式になっていました。左側のこちらはスマートロックの方の一式のパッケージ内容。そして右側が指紋認証パッドの一式になっています。特徴的になりますので、やはりこちらの指紋認証のパッドになると思います。こちらに自分の指紋を当ててロック解除できます。本当に鍵とか一切いらなくなるっていうのがめちゃめちゃいいですよね。そしてこちらに付属していますカードキーもありますが、かざすことによってロック解除することもできます。そしてこのように暗証番号でロック解除することもできます。いろいろね、部品、パーツが入っていますので、取り付け方法ね、難しそうだなっていうこともあるかもしれませんが、説明書も入っていますし、アプリの指示に従ってやっていけば大丈夫だと思います。では最後にご紹介しますのは、スイッチボットのハブ2という究極のスマートリモコンということになります。こちら赤外線を発出してテレビとかエアコンなどのリモコン代わりに使うこともできます。アプリで設定することによってね、ご自宅に使っているそういった電化製品をコントロールすることができるようになります。もちろん赤外線対応しているものでないと使うことができませんのでね、何でもかんでもこれでコントロールできるわけではありません。ではこれからね、開けてみたいと思います。出てきましたが、めちゃめちゃ軽いですね。今ね、パッケージの方開けてみましたが、このような一式となっています。まず本体、そして取扱説明書。またね、両面テープも2つね、2種類入っています。そして USB-A に対応した充電アダプターもついています。そしてこれ結構重要になりますが、タイプ C になっているんですけども、この本体に設置することによって、ここにね、温度センサー付きのケーブルになっています。これをなくしてしまうと温度を計測することができませんので、なくさないようにね、ご注意ください。ではね、早速通電してみたいと思いますが、まずね、ここに5秒間維持ということで、このようにね、曲げてくださいというような指示がありましたので、今やっています。この状態で、ここですね。今ね、通電が始まりましたけども、こんな感じで表示されています。こちらに温湿度センサーがついていますので、こちらの部分の温湿度を計測していることになります。それが今ね、こんな風に表示されていますけど、意外と見やすいですね。現在の温度は29度、そして湿度は 62% となっています。結構暑いですね。ちなみに設置方法になりますけども、背面にありますこちらのスタンドで、こういった感じでね、設置することができます。横から見ていただくとこんな感じになるわけですね。ただ向きを考えないといけませんので、両面テープがこちらの温湿度センサーがついていることを考えると、このね、ケーブルの向きをちょっと逆にしないといけない場合もあると思います。そしてね、付属していたこの両面テープを使って設置することもできると思います。ではこれからこのスイッチボットハブ2をスイッチボットのアプリに追加していきたいと思います。はい。ということで、ハブ2がね、もうここに表示されていますけども、実はですね、もうスイッチボット製品たくさん使っていまして、2階リビング 27.2 度っていうのはね、これ別の温湿度計プラスの温度と湿度表示になっていますが、今ね、こちらのハブ2と温度がね、だいぶ違いますけど、これね、やっぱり私の熱を感じているんだと思います。これすごいですね。室内の照度も測ることができるようですね。19レベルと今ありますけども、これ結構今明るくなっていると思いますけども、では照明ちょっと落としてみたいと思います。はい、下がりましたね。16レベルとなりましたので、しっかりね、照度センサーも動いていることがわかります。そしてここをね、ちょっと握ってみたいと思いますが、おそらく温度上がるんじゃないでしょうか。こちらの方をご覧ください。
湿度ね、どんどん上がってますね。そして温度が30度、湿度 74% とね、結構過酷な環境になってきています。そしてアプリの方もちょっと遅れて反映されている感じですね。ちなみにこの Hub2 本体には30点いくつっていうところまでは表示はできないようです。あくまでも1度単位の表示になっていました。ということで温湿度計に関しましてはこんな感じになっていますけども、リモコンの方ね、どんな感じになるのかやってみたいと思います。ではね、私が今撮影している部屋でできるものとしましたら、エアコンになります。では、エアコンをタップしまして、一番簡単な追加方法ということで、この物理リモコンをハブへ近づけて、障害物がないことを確認してください。これでね、ちょっとやってみたいと思います。で今すぐ開始。物理リモコンをハブに近づけ、いずれかのボタンを押してくださいとあります。はい。今ね、探して、3つのテンプレート見つかりましたと出てきました。では、ここをね、タップしてみたいと思います。動きましたね。問題なく動いています。こちらのリモコンからどんなエアコンを使っているのかを認識してくれました。すごいですね。これでですね、この Hub2 にこちらのリモコン機能が追加されましたので、エアコンがこちらからね、リモコン操作することができるようになりました。現在25度で設定されていますけども、コントロールできるかやってみたいと思います。温度をね、一度上げてみたいと思います。ちゃんと動作していますね。ここもね、ランプついているのがわかると思いますか。では、止めてみたいと思います。ちゃんとね、今音入ってると分かりますか？停止しましたっていう音が出ていました。これはすごく便利だと思います。というわけでね、この製品使うのであれば、その部屋にたくさんの赤外線リモコンで動作できる家電製品がたくさんあると、より一層ね、効果が発揮できるんじゃないかなと思います。ちなみに動作に関しましては、こちらの温度表示今出ていますね。29度、62% の湿度ということですけども、アプリの設定の方で30度以上になったらエアコンをオンにするとか、湿度の方で何%以上になったらオンにする、オフにするとかね、いろんな設定ができますのでね、先ほどのスイッチボットのアプリの方で自分の使う環境下で最適な使い方をね、見つけていただければなと思います。というわけで今回スイッチボットの防犯カメラ、ソーラーパネルセット、そしてスイッチボットのロック、そして指紋認証対応のキーパッド、これね、めちゃめちゃ便利ですね。多分生活がね、非常に快適になるんじゃないかなと思います。そして最後にね、こちらの Hub2 になりますが、スマートリモコンになりますけど、めちゃめちゃ高機能になりましたね。温度もすぐに確認できるようになっていますので、実用性も抜群じゃないかなと思います。気になった方はぜひ概要欄の方をご覧ください。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。